こういう状態になっていますんで、普段使っていない毛細血管に血流を再開させるという方法なんですけども、じゃあそれはどのようにするかなんですけども。こんにちは、野村整骨院長の野村明夫です。はい、本日はお風呂の入り方で血流を改善させて自律神経を整えるという方法についてお話しします。体中には無数の毛細血管がありますが、その毛細血管、普段はほとんど使われていないというものもあります。実際その毛細血管ですね、今お話ししたように使われていない毛細血管っていうのはどのような感じになっているのかっていうのをちょっと絵を描いて説明します。こういう感じなんですけども、こっちが、動脈ですね。動脈の血液がこうずーっと流れているわけなんですけども、でこっちが静脈なんでずーっと心臓の方に帰る方ですね。でこの動脈と静脈の間にこのオレンジで書いたところが毛細血管になります。で毛細血管なんですけども、普段こう使っている毛細血管と使っていない毛細血管っていうのが分かります。で例えば激しい運動をした時とかですね、血流が必要な時、筋肉とか細胞にたくさんの血流が必要な時っていうのはその全部使われるんですけどもですね、日常生活している時っていうのはこれは全部使っていないわけですね。で例えばここだけ使っている感じですね。そしてあとは使っていない感じ、こことこことここは使っていない。でそこをどうやって調整しているかっていうと、この黒い部分ありますね。この黒い部分は括約筋といって筋肉があって、こう輪っか状の筋肉でキュッと止めてる感じなんですね。線をしてるような感じ、ここで止めちゃってるような感じ。そうするとこことこことここは血流が流れない、ここだけで、血液流してるというような状態になっています。そうするとですね、普段ここしか使っていないと、こことこことここの周りの細胞ですねにはこう酸素とか栄養とか熱ですね、血液っていうのは熱も運んでますんで、それがいかなくなって、で当然老廃物も溜まっていますので、老廃物の排出もできなくなっていますので、こことこことこことこの括約筋ありますね、これは自律神経で調節されています。こういう状態になっていますんで、普段使っていない毛細血管に血流を再開させるという方法なんですけども、じゃあそれはどのようにするかなんですけども、交代浴ですねを行っていただきます。交代浴っていうと、普通は 1,2 分あったかいお湯に入って冷たいお水に 1,2 分入るということをすると思いますけども、もしくは、あったかいお湯に入って水のシャワーを体にかけるというのをすると思うんですけども、これをすると全身の血流が良くなって、普段使われていない毛細血管の血流が再開されて非常にいいんですけども、すぐやめてしまうというか、ほとんどの人がね続かないんですね。人っていうのは0-100で考えてしまうんですね。どういうことかっていうと、0ありますね、こう100があったとしたら、ずーっとこう考えて0か100かで考えがちなんですね。つまりやるやらないですね。であとは言われたことを完璧にしようとするんですね。で特に自律神経が乱れている方ですね、自律神経失調症の方っていうのは完璧に何もかもきっちりやるというような真面目な人が多いんですね。そういう方は体に負担がかかりやすくて、自律神経が乱れやすくなります。で自律神経が乱れると自律神経失調症になって、そして自律神経失調症がさらに進むと、うつとかパニック障害とか不安障害とか、あと眠れない不眠症に発展しがちです。ですからここはちょっとね、表現はちょっと悪いですけど、手を抜き気味でやっていただくというのを一つの方法かなと思います。でつまり0-100で考えるんじゃなくて、0-10ぐらいですね。10、とりあえず手を抜いてでもいいから続ける、簡単なものでいいから続ける。当然どんないいことでもやめちゃうと効果が期待できないので、
もう10ぐらいの力で続けるというのをしていただければ、心がけていただければいいと思います。だから別の方法をお話します。じゃあどうするかっていうと、あったかいお湯に入るところまでは同じです。でその後別に上がらなくてもいいので、シャワーでもいいですし、洗面器でもいいので、お水を張ってですね、もうお湯に浸かったままこの手首から先ですね、手首から先だけを水につける、もしくはシャワーで水をかけるんですね。もうそれだけで構いません。で 1,2 分つけたら、今度はまた使ってるお湯に手をつける。でそれを3分ぐらいですねしていただいて、またお水に手をつける。これを 1,2 分していただいて、でまたお湯ですね、お湯の方に手を戻してお湯に手をつける。これ3分で、そしてまた、同じように 1,2 分3回ぐらいですね、3、4回していただくだけで構いません。これだったら結構もう入りっぱなしでできるんでね、簡単だと思います。はい、本日はお風呂の入り方ですね、で自律神経を調整するというテーマでお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報を随時お伝えしていきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。またメールマガジンでは動画ではお伝えしきれないような内容もお話ししています。下の説明欄にリンクがありますので、そちらの登録もよろしくお願いします。最後に、この動画が役に立ったと思っていただければ、高評価ボタンですね、グッドボタンを押していただければ嬉しく思います。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。